こんにちは、たかしです。本日は6月11日土曜日、週末ですので来週13日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは週足からです。今週の週足は上髭が長い陽線となっております。まだ週足確定までもう少し時間があるんですが、ほぼほぼもうこれで確定と思って進めさせていただきます。現在はここエリオット波動をイメージしておりまして、それが1、2、3、4、5となってまして、この5波が進行中、もしくはここで5波が終了したというふうに考えております。ただ今週のローソク足を見てますと、まだここからもう一度高値を来週目指してきそうな雰囲気に見えますね。かなり長い上髭ではあるんですが、実体の部分もそれなりにありますので、もう一度上値をトライして、それで超えられなければここでのダブルトップでの下落、そんなイメージになってます。そしてストキャスティクスですね、この過去のゴールデンクロスを見ていただきたいんですが、ここからの上昇、ここからの上昇っていうのが、ここからの上昇、ここからの上昇なんですね。で、ストキャスティクスが綺麗に上昇しきってそこからの下落になっておりまして、まだ週足が確定してませんので、ストキャスティクスも確定はしてないんですが、まだ上昇余地があるんですね。なので、今ここからこのまま来週下落してくるというイメージではなくて、ストキャスティクスが高値圏まで上りきるまではもう一度上昇していくんじゃないのかなと考えてます。現在マックディもゴールデンクロスしてきておりますので、おそらくですが来週はこの高値を抜いてくるんじゃないのかなという、そんなイメージを持っています。では、日足です。日足を見ると、週足とはまたイメージが変わるんですが、かなり大きな陰線。これは金曜日のローソク足がかなり大きいので、その分でほぼほぼ今週の下落を決めている感じですよね。ですので、この陰線を見ますとまだ続落しそうというところで、来週週明けはもうしばらく下落。で、そこからの切り返しという、そんな風なイメージを持てます。で、どこまで下落するのかですが、ここでの3損ですね。この3損の左肩、右肩のこのトップあたり、この辺を目指して下落するんじゃないかという風に見れますので、この赤いラインですね。だいたい164円ぐらいです。この辺付近まで来たところで、そこから反発できるのかどうか。で、ちょうどGMMA がもう少し乖離しておりますので、この GMMA との乖離を今埋めに来ている感じですので、164円もしくはもう少し下まで下げたところ、その辺ぐらいからの切り返しかなと。そして今度日足のストキャスティクスはここでのデッドクロス、ここでのデッドクロスっていうのがここでの下落、ここでの下落となりますので、今デッドクロスして下げてきておりますので、それがもう少し下まで下がってくるところまで。ただ今回はこの上昇の時も綺麗には上昇していませんので、下落がどこまで下げてくるのかっていうのが懐疑的なんですが、一旦は目安としてはマックディのこの上昇モメンタムですね。このライン、青いラインと赤いライン、これがくっつくところぐらいまでは下落するのかなというようなイメージです。で、このくっつくところぐらい、そしてこの GMMA と接近してきたところ、その辺が反発のポイントかなと考えてます。今は一旦この GMMA との乖離解消に動いているように見えますので、もう少し下落したところからの反発をしてこれるかどうかというところですね。では4時間足です。4時間足ではここにエリオット波動をまた描いております。このオレンジのエリオット波動の今3波が進行しているところ、そしてその3波の中にフラクタル構造で緑のエリオット波動をイメージしてます。そしてこの緑のエリオット波動が今ここから4波に入っているのかという感じなんですね。ですので今1、2、3、そしてここから4波、ここ全体が4波ですね。で、そこから5波が出る。そんなイメージですね。で、今その4波が進行中なんですが、4時間足もストキャスティクスが安値圏に来ておりますので、そろそろ一旦の上昇しそう。ただ、マックディがかなり弱いんですね。なので、ここでの上昇はそれほど大きく切り返すというイメージではなくって、上昇はするんですが、N 波を描いて下落する。そんなイメージですね。で、ちょうど今 GMMA とも接触してきておりますので、一旦の反発はすると考えてます。今ちょっと上昇しかけてますけれども、さほど強く上昇せずに、一旦の切り返しはあるんですけれども、もう一度下落。そして、目指してくるのが先ほど言ってた164円っていうのはこの辺なんですね。ちょうどここです。日足の左肩、右肩がこの辺なんですよ。なので、この今、この
緑のエリオット波動の視点、ここからこの高値にフィボナッチリトレースメントを当ててるんですが、その 38.2% が今 164.588 なんですが、ここからここ 50% の 163.308 というこの辺の間がちょうどこのトップあたりになりますので、その辺ぐらいまでの下落っていうのを見込んでもいいのかなと。で、ここ紫のこのラインが1時間足の目線切り替えポイントです。今ここを下抜けると1時間足が目線が下になりますので、一旦この辺っていうのは強く反発されてくると思うんですね。と考えますと、一旦の下落目処としてはこの辺、紫のラインにタッチするかしないかっていうところですので、このフィボナッチリトレースメントの 38.2% から 50% なので 163.5 から 164.5 の間ぐらい、ざっくりとですけども、この辺ぐらいが反発ポイントになってくるのかというところですね。ですので今は一旦来週週明けは一旦の反発をするかもしれない。このストキャスティクスが安値圏にありますので、反発はするかもしれませんが、もう一度下落してきて、この辺あたりに来たところでの最後、もう一度上昇というそんなイメージでしょうか。ただ、日足がかなり大きな陰線でここ下げてきておりますので、ここでの三角持ち合いとかレンジになる可能性もあります。今のイメージは N 波動で下落。で、下落のターゲットはこの辺なんですが、このような、小さなレンジを描いて下落していくのか、ここでの三角持ち合いとか、この辺でのレンジとか、そんな風になるかもしれないなとも考えますが、何せ今ここはエリオット波動の4波、この緑のエリオット波動の4波に入っていると考えますので、来週は分かりにくい動き、ジリ安の展開で、なおかつ分かりにくいこの辺での動きをするのかなというそんなイメージですね。そこで、底堅さを確認してのそこからの再上昇でまたもう一度この高値を目指してくるのかなというそんな風に考えられます。それが次この緑のエリオット波動の5波に当たる部分ですね。その5波がここを超えてこられるかどうかというところですね。では1時間足です。先ほどの紫のラインここですね。でこの紫のラインからここまでにフィボナッチリトレースメントを今当ててるんですが、その 61.8%、この赤いラインですね、ここまで今下落してきて、そこで少し今下髭が出て反発しそうには見えます。ただちょっと反発が時間帯的にもかなり弱いんですけれども、で、ここから反発できるのかどうかですね。1時間足もストキャスティクスは安値圏、そしてゴールデンクロスしてきてますし、4時間足もまだゴールデンクロスはしてないんですが、ストキャスティクスは安値圏というところで、来週週明けここから一旦の反発上昇をしそう。で、今はここ、フィボナッチリトレースメントの 61.8% で止められてますので、ここから反発してきて、またこの GMMA 付近まで上昇してきたところでは再下落。で、この辺付近ですね、紫のラインの近くぐらいを目指して下落。で、ここからどう動くかっていうところが来週のポイントかなと考えております。なので、来週週明けは一旦の戻り売り。で、どこまで下落していくのかというところを見て、そしてどこで下げ止まるのかというのを確認できればいいのかなと。そこからのまた押し目買いで上昇していけるのかなというふうには見えるんですが、今、日足のここがかなり弱いですので、このまま続落ということも考えられますので、一旦はその戻り売りについていくのがいいのかなと。そしてこの1時間足の目線切り替えポイントの163円付近、この辺付近でどういう動きをするのかというのを確認して、そこで、下げ止まるようですと、そこからのまた、押し目買いっていうのを狙っていってもいいんじゃないかなと考えております。で、来週のこの、戻り売りのポイントですね。一旦は反発上昇すると思うんですが、どこで、戻ってくるのかっていうのですが、ここにフィボナッチリトレースメントを当てます。はい、こんな感じです。今、ここからここに当ててたフィボナッチリトレースメントを消して、今度、ここからここに当ててるんですね。で、それの 38.2% がここの青いラインです。で、ちょうどこの GMMA とも被ってきますので、この辺付近、もしくは 23.6% ですね。価格で言うと 23.6% が 166.008、38.2% が 166.528。で、この辺ぐらいまで戻ってきたところが戻り売りのポイントかなと考えますので、その辺付近、GMMA と接触、そして、ストキャスティクスが高値圏でデッドクロスしてくるようなところに来ればそこからは戻り売りで一旦の下落を考える。で、次どこで下げ止まるのかを見て、下げ止まったこの辺あたりですね、163.5 から 164.5、この辺付近で下げ止まりを確認してからのロングエントリー、押し目買いですね。で、ここで下げ止まらないようですともう一段安のフィボナッチリトレース
スメントの 61.8%、162円ぐらい、この辺までは下げてくる可能性があるのかなと。ちょうどここが過去のこの白いボックスを引いてるんですが、このボックスの上限ぐらいがこの 61.8% のこの赤いラインと被ってきますので、この辺ぐらいの下落は見込んでもいいのかなと。ただここまで来ると1時間足の目線切り替えポイントを下抜けてきますので、そうなると今度は上値がかなり重くなるので、この高値を目指してくるのは難しくなるのかなとも考えますので、その辺どこで下げ止まるのかというところを確認していきたいところですね。なので来週は一旦は戻り売りで下落を確認していく。そして下げ止まったところでは日足単位での押し目買いというのを狙っていくのがいいんじゃないでしょうか。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。